ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回は韓国の気動車についての動画だ。韓国の鉄道は非電化路線も多いが、運行される車両は客車列車が主流であり、気動車の影は薄い。現役の気動車は9501系1形式のみで、運行される区間はごく限られているぜ。韓国では気動車は珍しい存在なんだね。9501系はローカル線の各駅停車種別、トン軍用の車両として製造された。後に一部の車両が急行型の RDC と観光列車のパダヨルチャ、ピョンファヨルチャ DMZ トレインに改造されたぜ。4タイプの車両があるんだね。そんな韓国唯一の気動車9501系だが、車両の老朽化のため2023年12月に全車両が運行を終了するぜ。そんなに古い車両に見えないのに、もう引退なんだね。韓国では鉄道車両の耐用年数は約20から30年とされており、日本と比較して鉄道車両の寿命が短いのだ。9501系は1996年から1999年にかけて製造された車両で、決して古い車両ではないが、保守が困難となったため引退が決定したようだ。ちなみに、韓国には現在気動車で運行する必要がある列車はないため、9051系の後継となる気動車は新造されないぜ。この車両が韓国最後の気動車になってしまうのかもね。4タイプの9501系のうち、北朝鮮国境地帯に向かう観光列車、ピョンファヨルチャ DMZ トレインはコロナの影響で2019年から運行停止しており、クアンジュで運行される CDC とトンテグ、ポハン、4度区間の気動車ムグンファ号 RDC が12月18日、カンウォンドの観光列車パダヨルチャが12月25日引退予定である。クアンジュソンジョン間で運行される原型9501系、CDC については以前に紹介している。今回はテグ、ポハン周辺で運行されている RDC に乗車するぜ。行ってみよう。今いるのは韓国第3の都市、テグ。テグの主要駅にはテグ駅とトンテグ駅があるが、市内中心部から少し離れたトンテグ駅の方が規模が大きいぜ。今回乗車する列車は列車番号1755、ポハン駅ムグンファ号、トンテグと、日本海に面する港湾都市ポハンを結ぶ列車だ。トンテグ、ポハン間の RDC ムグンファ号は1日4往復だけ。同区間ではおおむね1時間に1本 KTX が運行されており、単に移動するなら KTX が便利だ。発車時刻の15分ほど前、列車が車庫から出てきた。RDC は現在4両編成で運行されている。韓国の多くの駅は低床ホームのため、RDC の車体はドアの部分が車体床面より低い位置に張り出した独特な形状だ。もともと9501系は2扉で、RDC への改造時に1箇所のドアが埋められたのだが、車体下部に突出した部分はそのままになっているぜ。窓に比べてドアの位置が低いのは日本の車両にはない珍しい特徴だね。ドアを埋めた部分は窓が不揃いになっている。車体下部には消火器が収まっているようだぜ。2号車の一角はミニカフェだ。後で中を見てみるぜ。RDC に行き先表示器はついていない。昔ながらのサボが使われているぜ。サボも車体もボロボロだね。そうだな。韓国では塗装が劣化した車両は珍しくないが、それを差し置いても RDC は塗装の劣化が目立つ。劣化の度合いは車両によって異なるが、痛々しい姿のままで運行されているものもあるぜ。引退間近だから補修されていないのかな。前面も見てみよう。角張ったいかつい見た目の車両で、同時期に製造されたソウルの通勤電車に似たデザインだ。9501系は1996年から1999年にかけて韓国の大宇重工業で製造された。エンジンは米国のカミンズ製。キハ85など日本の気動車でもほぼ同じものが採用されているぜ。親近感が湧くね。車内に入ってみよう。ドアの先には3段の急な階段があるぜ。もともと9501系はデッキのない転換クロスシートの車両であったが、ムグンファ客車に準じたデッキ付き、リクライニングシートに改造された。座席はムグンファ客車とほぼ同じものである。よくリクライニングする座り心地の良い座席だぜ。塗装がボロボロでびっくりしたけど、車内は綺麗な状態が保たれているね。名板にはウジン三電で2009年に改造された記録が残っているぜ。ドア横の車端部には向かい合わせの4人席があり、個室のような空間になっている。座席は片側にしかなく、反対側には避難用のはしごが置かれているぜ。この部分は2号車ではカウンターと自動販売機が置かれたフリースペースになっており、ミニカフェと呼称されている。残念ながら自動販売機は稼働していないぜ。サンライズのミニラウンジに似た設備だね。発車までしばらく待っていよう。
15時ちょうど、列車はトンテグ駅を発車した。トンテグの車両基地には最近登場した無群波号置き換え用の ITX マウムや2024年に開業予定のテグ県広域鉄道用車両など新しい車両も見られるぜ。乗車中の列車は無群波線755ポハン行き、途中の停車駅はハヤン、ヨンチョン、アファ、ソヨンジュ、アンガン。終点のポハンには16時20分に到着予定だ。テグ周辺は鉄道路線が複雑に入り組んでおり、分岐と合流を繰り返している。列車はデルタ線を2カ所経由してテグ線、チュンアン線、トンヘ線を通りポハンに向かうぜ。トンテグ、ポハン間をノンストップで結ぶ KTX とは違うルートを走るんだね。ポハン行き無群波号には KTX が止まらない途中駅に停車し、キョンブ線とチュンアン線という幹線同士を結ぶという役割があるぜ。発車してすぐ、トンテグ方面行きのヌリロ号とすれ違った。ヌリロ号は日立製の急行型電車で、RDC 引退後のトンテグ、ポハン間運用はこの形式に置き換えられる予定だぜ。後継車両は電車なの？そうなんだぜ。実は RDC の運行区間は全て電化されていて、車両が機動車である必要はないんだぜ。しばし、RDC の車窓から眺めるテグ近郊の景色をご覧ください。16時18分、列車は帝国より少し早めにポハン駅に到着した。向かい側にはソウル行きの KTX サンチョンが停車しており、無群波号の到着と同時に発車した。KTX は1時間に1本あり、ポハンからトンテグまで35分、ソウルまで2時間半で行くことができるぜ。この日はあと1週間で RDC の運行が終了するというタイミングであり、韓国では珍しい鉄道ファンも数人いたぜ。日本の鉄道車両に比べると静かな引退だね。日本海に面するポハンは鉄鋼業を核とした工業都市であり、カニなどの海産物も有名だ。
現在の浦阪駅は2015年に郊外に建設された新駅で、中心部からは少し距離があるぜ。綺麗な駅舎だね。浦阪に到着した列車はサボを付け替えられ、17時19分発4読行き列車となる。列車は1時間ほど浦阪に停車した後、4読に向けて出発していったぜ。余裕のあるダイヤだね。引退が迫る韓国の急行型機動車、RDC。もし間に合えば引退前に乗りに行ってほしいぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。